はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ですね、ご紹介するのはこちら。はい、マルゲリータでございますね。で、実はですね、私、ゴリゴリのフレンチのシェフではあるんですけども、ちょっとですね、一時期、イタリア人の方と一緒にね、お仕事する期間がありまして、その時にね、ピザパスタおよびですね、イタリアの郷土料理の方を少しね、ちょっとかじったことがありまして、で、その時にね、ちょっと、いろいろ覚えてきたものをご紹介できたらなと思いまして、で、それにあたりまして、実はですね、こういうものを買ってあります。せーの、ドン。はい。ピザ窯ですね。で、こちらよく厨房でいうところの、平窯ですね。あれと全く同じ原理のものですので、今後、パイ生地だとか、あと、ちょっとしたお菓子をやるときに、平窯があるとですね、非常に、やりやすいなっていうところがあって、ちょっとね、業者さんとお話しして、購入させていただいたっていうものになります。ではね、生地作りからお見せいたしますので、早速ね、作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の方です。はい、こちら、トマトですね。マルゲリータ用の、トマトとバジルになります。で、これがピザ用のトマトソース、のパッサータルスティカですね。荒菓子のトマトになります。で、これ生地の強力粉になりますね。で、マルゲリータのモッツァレラになりますね。こちらイーストになります。で、こちらがグラニュー糖。で、もうこちらの2つはもうこうやって合わせちゃいましょう。はい。で、生地に入れる、オリーブオイルになります。で、こちらも生地に使う塩になりますね。で、こちらぬるま湯を用意してください。で、それをもうドライイースト入れちゃってください。で、このように、よくもうかき混ぜちゃってください。こんな感じですね。混ぜていただければ OK です。では生地作りの方から、まず粉の方は半分ぐらいをまず練る用のボウルに入れてください。でこういったね、ゴムベラでまず、軽く合わせていくんですけども、ここに最初に塩を入れちゃいましょう。で軽く混ぜまして、で、このイーストの水ですね、これをもう全部入れちゃいます。でここで一回よく混ぜていきます。でここで残りの粉をすべて入れてしまいますね。ちょっとねざっくりちょっとこう合わせるように今やってます。粉がね飛び散らないようにちょっとゆっくりやってます。で粉の方がね全体に混ざり始めてくるとこんな感じになってきますので、そのタイミングになったところで、オリーブオイル入れてあげてください。で、ここからしっかり、混ぜていきます。でこんな感じですね。もうゴムベラにくっつかなくなったので、ここからはもう手で練っていきます。最初からね、手で練りたい人は全然やっていただいて結構です。で、この時にですね、手に軽く強力粉をつけます。もう本当にちょっとですね。で、こっちの生地の方には強力粉はまぶさないですね。
でこっちの、大理石の方にも粉は打たないでまずは練っていきます。ここでね打ち粉をしてしまうとまたちょっとね粉の配分とか微妙に変わってしまうので、まずここでよく練っていきます。最初はちょっとオリーブがあるのでくっつかないんですけども、だんだんね水分がね全体に行き渡るようになってからかなりねっちょりしてきます。加水率がねちょっと高い生地になりますので手にはくっついてくるんですけども、だいたい10分から15分ぐらいこんな感じで練っていくともう手に全くねくっつかなくなりますので、でぐるぐる回して縦に横に縦に横にという感じでこう折ってやってますね。でまず1回練った状態のものがこちらになりますね。こんな感じですね。でこちらボウルに入れていただいて、で、濡れ布巾をかけていきます。でラップをしまして、だいたい10分から20分ぐらいですね、ちょっとね発酵させていきます。はい、時間になりましたので開けていきましょう。ちょっとね加水率が多いんでねちょっとね布巾にくっついてしまうこともあるんですけども、特に問題はありませんのでご心配なくやってください。でここはね軽く打ち粉します。でちょっと整えまして、これを半分にカットします。これ一つでだいたい 500g になりますね。で半分にしますので、1玉 250g の玉になるっていう形になります。でこれをですね軽くちょっと成形していきます。ちょっと軽く折っていきまして、でね、こう中にね入るようにこう生地を練っていっていきます。こんな感じですね。こんな感じでつるっといきますんでね。でそれをまたボウルに入れて、でラップしてここでしっかりね発酵させていきます。だいたい私はですね、半日から1日は発酵していきます。じゃあソース作りですね。こちらニンニク、必要ない方は入れなくても大丈夫です。ここはあんまりニンニクを絶対入れなきゃいけないとかそういうことはないんですけども、私はちょっと好みで入れさせてもらってます。特になくても問題はないです。で軽く炒めまして、ニンニクの香りがこうね漂ってきたところでこのね、トマトを入れるんですけど、瓶が開かないっていうことよくありますよね。でもこれ1本使うって分かってるときはこういった千枚通しを使います。でもう真ん中にそうすると空気が入るので、簡単に焼きます。はい。でそれを全部入れちゃいます。でね、水入れて、残りのね瓶に余ってるものもしっかり入れてこれを煮詰めていくだけになりますね。で私これちょっとねここで塩入れてるんですけども、なんでこの鍋使ってるか深めの鍋かっていうとトマトがね跳ねるんですよなのでちょっと蓋して時間はかかっちゃうんですけどもわざと蓋してあんまりこう周りにね飛び散らないようにして作ってます。で大体あんな感じに煮詰まれば OK です。
でこれが1日経ったものですね。いい感じに発酵したんですね。でこちらセモリナ粉になりますね。で、強力粉とありますので、まずね軽くちょっと表面セモリナで、覆っていきます。でここから伸ばしていきます。ここら辺はねやっぱりイタリアンのピッツェリアの人はやっぱうまいなと思って動画見てるんですけども、私はねまだちょっとねそこら辺はまだ素人なんでね、ちょっとそこら辺はプロの人からはちょっとね優しく見守っていただけると、こんな感じで、いつも私やってますね。空気を耳の方にやるんですけど、これを出さないようにするっていうのはこれ絶対条件でこういった形で伸ばしていきます。で真ん中を伸ばしてるんじゃなくてヘリの方を手で伸ばしてるっていうのがやり方ですね。ですので、真ん中の方だけが極端に薄くなるってことがなくて、ちゃんとヘリの方にね生地が平行に伸びていくようにこうやって伸ばしてますね。こんな感じですね。でちょっと強力打ったのは滑りを良くするためっていうところですね。セモリナでも OK なんですけども、あんまり強力をやってしまうとちょっと苦みが強くなっちゃうんでね、そこだけはちょっと気をつけて強力粉は最後仕上げで使うときは気をつけてください。でここで、先ほど作ったトマトソースを塗っていきます。もうちょっとねピザソースの方は緩くてもいいですね。その方が使いやすいかもしれないですね。私ちょっと濃いめが好きなので、ピザソースはこんな感じでやってますね。でモッツァレラボコンチーノですね。こちらちぎっていって、散りばめていくっていうことですね。でバジルですね。皆さんバジル先のせのマルゲリータと後のせのマルゲリータどちらが好きですか？私ねどちらも好きなんですけど、どっちかというと後のせのバジルの方が好きだったりはするんですよね。はい。ただ一般的にはね先のせの方が多いですよね。でオイルかけるときはバジルしっかり、オイルかけてあげてください。でピザピールの方にもこうやってね強力粉をまぶしてあげて滑りを良くしてあげます。これ絶対やってあげてください。でせーのドンで、はい、こんな感じですね。もうちょっとね何回かやってるんでピザストーンもなかなかね歴戦感は出てるんですけどもで、これがですね400度で1回4分で様子見てみましょうか。多分4分で上がるとは思うんですけども、こんな感じで耳のところもねしっかり揚げていきますので美味しそうですよね。さあ上がってきましたね。はい、こんな感じで耳がねしっかり膨らんで美味しそうですよね。ピッツァマルゲリータですね。さあおー耳がうまそうですね。シンプルでうまい。耳のところですよね。結構柔らかくてクリスピーになってないんで柔らかいですね。やっぱマルゲだな。はい、じゃあねちょっとおまけですね。
以前作ったボロネーゼありますよね。こちら、ちょっとですね、水と、あと、トマトでちょっとね、伸ばしました。柔らかくして、それを塗ってます。でね、また、ボコンチーノ、モッツァレラですね。これをちぎって散りばめて、焼いたやつがこれですね。はい。で、仕上げにですね、パルメザン、バーっと振りかけてもらって、で、オリーブオイルですね。さっとかけまして、で、最後の仕上げに、黒胡椒いきましょうか。はい、じゃあ、ピッツァボロネーゼですね。まあ、パセリなんか振ってもいいんじゃないですかね。いいですね。いい感じです。あー、うまい。うまっ。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ピッツァマルゲリータとオリジナルレシピのピッツァボロネーゼでございました。こちらのね、ピザ窯の方なんですけども、電気窯に合わせて、このピザ生地の方のレシピを作らせていただきました。というのも、もともとね、イタリア人シェフの方とピザ、パスタ等々やってた時のピザ窯っていうのが、レンガ作りのピザ窯でしたので、その当時のレシピで実際にやってみたところ、やっぱり表面がクリスピーでガリガリになってしまったんですよね。ですので、このピザ窯、電気窯に合わせたレシピの方をちょっと作り直させていただいてご紹介させていただいたというものになります。ですので、今回私が使ったのがこのクイジナートさんの電気オーブン、電気窯になるんですけども、エンロさんの方の電気オーブンでも電気窯でもおそらく美味しくふっくら仕上がると思いますので、ぜひぜひお試しください。それではですね、せーの、ドン。はい。こちらですね、ピッツァロブスタというものになります。こちらもね、トマトソースをこう広げてから、このロブスタという意味が力とか力こぶとかっていう意味になりまして、力のつくものをね、こう具材として、焼き上げるピッツァになるんですけども、こちらね、実はちょっとね、古い、イタリア料理の本を見ていた時に載っていた料理でして、実際にちょっとこう美味しそうだなと思って作ってみたんですけども、結構美味しくて、私も結構気に入っているピッツァにはなるんですけども、こちらね、もし気になるようでしたら、概要欄の方にこんな具材使いましたよっていうものも概要欄の方に載せさせていただきます。で、基本的には力がつくものであれば何に乗せても OK らしいですね。はい。ですので、その時々によって、いろいろ具材を変えてみて、こう、力のつく、ピッツァっていうのもなかなかいいもんだなと思っておりますので。はい。ということで、以上がね、ピッツァマルゲリータのご紹介でございました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。